第4位は西フランク王国の聖騎士です。このゲームめちゃくちゃ面白いんですけど、今年1、2を争うぐらい苦戦したゲームです。ルールもね少し難しいのと、あとソロプレイはこちら側ね、仮想敵とどちらが多く勝利点を得られるかを競うんですけれども、簡単、普通、難しいと3段階ある難易度のうち、普通レベルが本当にクリアできなくて俺3戦目から普通と対戦してるんですけど、ずーっと負け続けて、ようやくね11戦目で勝つことができたんですよね。それぐらい本当に負け続けたんですけども、でもその逆に負け続けても今度こそは次はこういう作戦でと試行錯誤するのがとても楽しかったです。このゲームは西フランク王国の貴族として王から派遣されたこういった聖騎士たちの力を借りながら、町人をね雇って労働者を募って城塞を築き、こういった外敵から守ることで軍事力、侵攻力、影響力を大きくしていきます。ゲームシステムは6色のマーカーをさまざまな場所に置くことで効果を得られるワーカープレイスメントというシステムになります。アクションを行うために必要なワーカーの色や実行するための能力値、資源が決められています。ワーカーを置くことでアクションをしてトラックを上げていき、ここの黄色いアイコンに書かれているこの勝利点をたくさん稼いでいくというのがこのゲームの基本的な動きです。ソロモードについてはもう一つプレイヤーボードを用意して、このような仮想敵用のねカードを準備します。でこういう形で仮想敵がどんなアクションを取るかというのが書かれたものですね。仮想敵はワーカーの数はラウンド数足す3となってまして、1ラウンドだと4つです。仮想敵の場合は色は全く関係ないので、余ってるコマを使えば大丈夫です。例えば1枚引いてみて要塞化というものが出たとしたら、この要塞化2つ必要ですよね。なので2つ置いて要塞化します。もう一つ特徴的なのがこの部分ですね。この部分12345箇所ありますが、ここの右側の条件を満たせなかった場合は左詰めで置いていくんですね。例えば次謝罪のアクションが出たけれども、謝罪3個必要なのに2個しかないから、これ謝罪のアクション行えないんですよね。そういった時はこっちに置くんじゃなくて、ここのワーカーを置く場所の左詰めで置いていって、なのでここは祈祷になるんですけども、祈祷のアクションを行います。でこうやって繰り返しているとワーカーが増えることがあればプレイし続けるのかというとそうじゃなくて、できないことがあるとこうやって増えていって、最後休憩になると残ってるワーカーも全部処理するような形になるんですけども、ここのトラックをねその残ってる分右にずらしていきます。でこれが右端まで来るとこちら側に行って、この一番後ろのマーカーを一つ上げるということをします。なのでその時点で全部なくなるので、そこでラウンドは終わりということになります。このゲームには主に6つのアクションがあります。じゃあまずこの仕組みなんですけども、上半分がこの食料を
を使うアクションですね。この辺りに必要な食料が書かれていますね。それから下半分がこのコインを使うアクションです。この辺りにね書かれてますね。ではまず一番簡単なこの要塞化からお話していきましょう。ここに3色あるので、ここは何でもいいんですね、透明なところは。要塞化のアクションをすると、この防壁カードを引くことができます。そのための条件として、この矢印の左側、青の影響力トラックを参照します。で現在、これは仮に置いてありますが、影響力が6なので、要塞化はここの部分を見るんですね。そうすると、影響力0であれば、1食料を消費して防壁カードをプレイすることができるので、1枚引くことができます。今回は軍事力を1上げて白と赤のワーカーを1つずつ得ることができます。1消費してこのようにね置いて軍事力トラックを1上げます。では次にこの攻撃と回収を一緒にお話ししましょう。街の外にいる外敵を対象にします。攻撃というのは分かりやすくこの外敵を倒すっていうことですね。攻撃によって倒すことができると、この右上のアイコンを見るんですけども、青の影響力が1上がり、青と白のワーカーを1つずつ得ることができて、これは後でね王の命令なので何体倒したかっていうのが参照される場合もあるので、これはね自分のところにストックしておきます。回収もワーカーを置くと同じように外敵を対象にするんですけども、先ほどは同じカードでも右上を参照しましたが、今度は左下を参照します。赤の軍事力が上がり、この下に書かれている部分はゲーム終了時に条件を満たせれば VP 勝利点がもらえるよというものです。でこれをここのね下にこのような形でね差し込みます。最初はねコインいらないんですけれども、このようにねだんだん回収するのに必要なコインが増えていきます。次はこの駐屯と任命についてお話していきます。この2つはねよく似ています。どちらもこの食料を消費していきます。ここのね上に書かれていますね。ではまずこの駐屯を例にしていきましょう。軍事力が今4ですね。4なので135なのでここのラインまで置くことができます。なのでワーカーを置いて1食料を支払って、この全小基地コマというんですが、このコマを1つ取って4までの好きなところに置くことができます。お金を得たりワーカーを得たりすることができます。進行力を1上げます。任命も同様に進行力が2なので024なのでここのラインまで置くことができて、ワーカーを置いて1資源を払い1つ取って、これをこの空いているところに置くことができ、青の影響力を1上げることができます。最後にこの謝罪のアクションなんですけども、このねコインが必要になりますが、どれだけ影響力が必要かっていうのをこの数字に書かれたものですね。一番左でしたら影響力0で1コイン払って、このね壺を取ります。そうするとまず進行力を1上げることができますね。でそしたらこの右側のところを見ます。10箇所のうち1つを選んでこんな感じでね埋めて、この下の資源や効果をね得ることができます。これが6つの基本的なアクションです。さあそして最後、これが結構重要なんですが、開発ですね。4コインを支払って何色でもいいので2つワーカーを置くと
ここのね攻防駒という駒を取ることができます。白のワーカーを1つ得ることができます。でこの攻防駒なんですけども、ワーカーをね効率的に置くために必要な駒です。例えばこの任命に置くとしましょう。そうすると緑と黒と何でもいいだったんですけども、これが何でもいい駒と黒というふうになったので、この2つでねもうすでに条件さえ合えば任命のアクションが取れます。聖騎士は例えばこのアンセイスという聖騎士、ワーカーが2つもらえるだけじゃなくて、青のアイコンと黒のアイコンの数字が書かれていますよね。例えばこの青のアイコン影響力3ですけれども、ここ今実際影響力は0なんですが、このラウンドだけ影響力をプラス3あるとみなして行動していいよということを表しているんですね。例えば要塞化のアクションをしようと思って次空いてるところが影響力3必要ですよというふうに書いてあるんですが、今影響力が0しかない場合、通常だとこの要塞化のアクションを行えないんですけれども、このアンセイスがこのラウンドの聖騎士だった場合プラス3とみなせるので、0たす3で3の条件をクリアできるんですね。ワーカーを置いて食料を払って要塞化を進めることができます。聖騎士はこの左側のトラックの数字を底上げしてくれる、そしてワーカーを2つくれる、そしてもう一つなんですが、要塞化のアクションの際食料トークンの支払いが不要とありますね。先ほど1つ払ってしまったんですけども、このアンセイスが来ているので実は食料トークン支払わなくてよかったんですね。戻しておきましょうか。という形で何かのアクションについてのボーナスがもらえることもあります。なのでこのラウンドはどんどん要塞化をしていくとお得に進められるというラウンドですね。聖騎士もアクションの数だけいろんな色のワーカーやいろんな底上げ、それからボーナスを持っています。毎ラウンド3枚のうち1枚を選ぶような形にはなるんですが、どの聖騎士を選ぶかというのも、どのアクションを伸ばしていくか、どのアクションならできるかという判断に非常に重要になってきます。結構人っぽい動きをしてくる仮想敵なんですけれども、仮想敵とのせめぎ合いがこれもまた面白いんですよね。プレイヤーが先行なんですけども、プレイヤー仮想敵というふうに順々にワンアクションずつ行っていくんですが、例えばこの部分ですね、街の外を表しているんですけども、街の外にはここ外敵がたくさんいるんですよね。で外敵を倒すにはこの軍事力の赤の数字を満たしていないとこの外敵を倒すことができないんですけれども、このようにね王の命令が攻撃だとすると自分も仮想敵も攻撃したいじゃないですか。例えば仮想敵が攻撃してこれを除外してしまうと、自分が軍事力足りないと攻撃というアクションができなくなっちゃうんですよね。他には例えばこの上の部分、ここはね早取りになります。例えばこの中トンのこの赤のコマだったら、このやはり軍事力を参照するんですけれども、自分がねポンポンとこう軍事力を行使してここに置いてしまったと。そうすると仮想敵は例えば軍事力が0だった場合、ここにね置けないんですよね。これ3人用4人用なのでここは置けないところなんですけれども、中トンのアクションが出てもここ置けないのでアクションを取れないんですよね。っていったように領地争いっていうアクションもあります。仮想敵は通常のアクションに加えてこの王の命令というカードが何枚か入っているので、このね VP 勝利点がたくさん取れる王の命令を
よくアクションとして行ってくるんですけれども、自分もね VP 勝利点取れるので行いたいですよね。なのでどちらが早くできるか、早くできるための条件をいかに整えるかというのも考えてアクションしていかなければならないですけども、それにはやっぱりワーカーの制限もあるし、今来てる正規士のねボーナスを生かしてアクションをしたい。だけども早く取られてしまうと自分の行動も不利になるっていうところをどこを優先してやっていくのか、相手はどこを取りたがってるのか、どこなら取れるのか、今トラックがいくつしかないからじゃあここは取れないなって考えたら、じゃあ先に1の方を取ろうかとかっていうようなせめぎ合いがすごく面白いですね。まあね、難しさはたくさんあります。そもそものルールについてもそうだし、ソロルールについてもそうだし、あとねたくさん選択肢もあり、順番を考え、ワーカーや聖騎士、目標、町人、外敵、疑惑カード、借金など本当にねたくさんのことを考えていく必要はあるんですけども、ソロプレイとしては本当に考え応えがあって、チャレンジしがいがあって、自分の成長を感じられるゲームだなと思います。第3位はテラフォーミングマーズです。もうボードゲーム界ではもう名作ですよね。今年自分がボードゲームを趣味として始めて、1つ目はイーオンズエンドだったんですけども、2つ目に手に入れたゲームがこのテラフォーミングマーズでした。このテラフォーミングマーズが今年一番プレイして56回ですね。56回プレイしました。このテラフォーミングマーズにボードゲームの魅力、ソロプレイの魅力を教えてもらったと言っても過言じゃないかなと思ってます。テラフォーミングマーズはこの火星に人類が移住できるように、この酸素濃度と水と気温を上昇させて、火星の地球化、テラフォーミング化にこういった企業として参加します。そしてこの地球化、テラフォーミング化に貢献できるかというのがこの周りのポイントなんですが、これをいかにたくさん貢献できたかというのを競うゲームです。通常多人数プレイだとこのテラフォーミング化のポイント TR 値って言ったりしますけど、この TR 値が一番多い人が勝ちという風なんですが、ソロプレイだと自分たち一つの企業でテラフォーミング化の条件であるこの酸素濃度 14%、 気温プラス8度、そしてこの水ですね、水タイル9枚を全てこのような形で火星上に置き切ることができればテラフォーミング化が完成となるので、ソロプレイではテラフォーミング化の完成を目指します。条件としてはテラフォーミング化を完成させるだけじゃなくて TR 値をこの63までに上げるということですね。そして期限が決まってまして、ここ1人用って書いてありますけど14ターン以内に終わらせる必要があります。まずこのプロジェクトカードなんですが、全部208枚あります。そして全ての効果は同じものがありません。唯一無二のものです。多人数プレイとソロプレイで若干カードの評価みたいなものは変わることがあるんですね。なのでちょっとソロだと使いにくいなっていうカードもあるんですけど、でもそれでもカードの組み合わせ自体でお互いを活かせるカードも存在するので、そこをうまく見つけていくとテラフォーミング化が進みやすくなっていきます。またさまざまな特徴を持った企業が17種類あります。いろんなカードでね
強みを生かして、じゃあ例えば今回はこのトールゲートだから電力産出を伸ばしてみようとか、今回はこのサターンシステムだからチタンの産出量が増えるので、こういうチタンの産出量が増えるとこういうね宇宙タグがついているカードを安く実行できたりします。そういった特徴をうまく活かしてプレイしていくっていう方針が立てられるんですよね。これが17種類あるので、いろんな方針をとってプレイできるので何度でもプレイしたくなりますね。テラフォーミング化が進んでいくと、例えばこういう酸素濃度が上がったり、水を設置できたり、気温を上げられると、それぞれ1段階上げるごとに TR 値が1つ上がるんですね。でこの TR 値っていうのがここのお金であるメガクレジットの収入額を表しています。なので最初はたった14しかもらえないんですよね。でたった14っていうのは、例えばこのカードを見ていただくと31もメガクレジットかかるんですよ。なのでこんな高いカードを最初のうちはプレイできないんですよね。なんですが、そうですね、もう最終あと1、2ターン残りっていう時期だと、この TR 値そうだな50とか55ぐらいになってるんで、その時の収入としてはこんな感じで、キューブはこれが1つ10メガクレジットなんですけども、こう55みたいな形でドンとこうキューブが増えていくんですよね。こうキューブがどん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 こうやって増えていくと、やっぱりこうカードがプレイできたり、あとこういう標準プロジェクトみたいな形で任意のものを選べるんで、もうちょっとあと水が少し足りないなみたいなことがあったら、この18払って水をこう設置できたりするんですけども、ちょっと足りないところね、補填をこのメガクレジットができるので、こういうところにも使うと。なのでもういろんなところに使いたくなるんですけども、そのための資金がどん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 テラフォーミング化をしていく中で増えていくっていうのはやっぱりね楽しいですし、こうキューブがこうたくさん乗ってる状態っていうのはやっぱりね嬉しいですよね。これはメガクレジットだけじゃなくて、こういう植物だったりもこうねどん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 上げていけば毎ターンもらえて、植物は8個でこういう緑地を作ることができて、緑地を作るとこの酸素濃度が1つ上がるんですよね。なので効率よく緑地を作っていくために植物の産出量をどんどん上げていくっていうのも一つ方法なんですけども、そうやっていろんな産出量を上げていくことでテラフォーミング化を狙えるっていうのは、方法は一つじゃないんで、その戦略がいろいろ取れるっていうのも楽しいですよね。でソロプレイなんですが、実は結構最後の最後のターンまで油断できないことが多いです。自分もこれで56回プレイしてますけど、そうですね、この花丸が成功したものですが、半分弱、半分はいってないかなっていうぐらいの成功率なんですよね。ギリギリまでもうあと1度2度1段階2段階1枚2枚置けるかなっていうせめぎ合いが結構あるんで、最後までハラハラドキドキできるっていうところが楽しいですし、それをうまく資源を調節して取る順番とかを考えて達成できた時の気持ちよさはやっぱり格別ですね。最後に拡張のお話をしておきたいと思うんですけども、自分が今持ってるのはこのプレリュードという拡張と、あとヘラスエリシウムマップの拡張の2つを持っています。で世間的にはこのプレリュードの拡張の評価がものすごく高いんですね。でなんでかっていうと、最初にこういったプレリュードカードというものを4枚のうち2枚だったかな選べるんですけれども、このプレリュードカードっていうのが
最初からこう算出量を底上げしてスタートしてくれるんですよね。なのでスタートダッシュが早めにできるということで、最初ちょっとこう基本セットだけだとちょっともたもたっとスタートしがちなんですが、このスタートがぐっと速くなるっていう意味でプレリュードカードはすごく評価が高いものです。これは多人数プレイでは確かにそうなんですけど、実はソロプレイだと最初この14というところから始まって、つまり14ターン以内にテラフォーミング化を完成させてくださいっていうのがクリア条件なんですけども、12ターンに減ってしまうんですね。もちろんそのワンプレイの14ターンから12ターンになるので時間は早くなるんですけども、難易度としては変わらないか、もしくは若干難しくなってるかなっていう気がしてます。で、なんでかっていうと、基本セットだと企業カードのうまく特徴をね使いながらこういうプロジェクトカードを選んでいくということをするんですが、プレリュードカードが入るとプレリュードと企業とプロジェクトとこう3つ合ってないと、やっぱこの2ターン分ってすごく大きいんで、ここを合わせていくのが結構難しいんですよね。で、個人的にソロプレイをメインでやられる方はこのねエリシウムっていう基本とちょっとこう配置が違いますよね。このエリシウムと両面になってるこのヘラス、このマップの拡張を先に購入することをお勧めします。やっぱりね、置く場所が違うだけで全然展開も違いますし、こう水辺の位置を寄ってますよね。基本セットだともう真ん中に置くだけなんで、もう大体こういつもねこう置くパターンって決まってくるんですけど、ヘラスだとこういう形ですし、エリシウムもね北の方に水辺があるような形ですよね。なのでやっぱプレイ感が違ってくるんですよね。もらえるボーナスとかもちょっとずつ違うんで、やっぱりねこのマップ拡張を先に手に入れられるのがいいかなと思います。